ワンチーム、狼を全種類手なずけましょう。マイクラには狼が9種類います。それぞれ特定のバイオームにのみスポーンします。狼の種類と対応するバイオームの種類はこのようになっています。まずはこれらのバイオームを探すところからです。バイオームの生成にはバイオームビルダーというものが関係しており、F3 画面から確認できます。ここに表示されている侵食性、気温、湿度の3要素が特に重要です。それぞれのバイオームごとにこれらの値が大体決まっています。似通ったバイオームは似たような値を持ち、そのため近くに生成されやすいです。特定のバイオームを探すときは、これらの値を意識しましょう。また、移動にはエリトラを用いましょう。効率が段違いです。それでは、狼を探しましょう。白色の狼、タイガにスポーンします。昔からいる狼ですね。タイガは気温が低い地域に生成されます。狼を探すときはヒットボックスを表示してエリトラで飛び回ると良いです。F3 と1で表示できる円グラフを使って狼がいるかを確認するのも良いです。ピック、エンティティと進んで、狼がいれば、両が距離内に狼がいるということです。発見したら、骨で手なずけましょう。肉では手なずけられないので注意です。栗色の狼、頭皮の原生林にスポーンします。頭皮の原生林は湿度が高く気温が低い場所に生成されます。大河の近くにあることも多いです。ポドゾルと高い木が特徴的です。黒色の狼、松の原生林にスポーンします。さっきの頭皮の原生林と似ていますが、木の形が違います。探し方も頭皮の原生林と同じで大丈夫です。バイオームを見つけたからといって必ず狼がいるわけではないので、その時は別のところに行ったり離れたりしましょう。雪の狼、林にスポーンします。林は寒い地域の山の側面に生成されます。雪が見えるところを探しましょう。灰色の狼、雪の大河にスポーンします。雪原の近くを探しましょう。視点を変えると視野が広くなるのでおすすめです。まだらの狼、サバンナ高原にスポーンします。サバンナは湿度が低いところにあります。サバンナを見つけたら、高地になっているところを探しましょう。赤茶の狼、まばらなジャングルにスポーンします。気温と湿度が高い地域に生成されるジャングルの近くを探しましょう。森の狼、森林にスポーンします。森林はそこら中にあると思います。狼は羊を飼ったり敵対している時には手なずけられません。目が赤くなっていたら別の個体にしましょう。島の狼、森のある荒野にスポーンします。森のある荒野は荒野の近くを探すと良いです。荒野は侵食性の低い地域に生成されます。粗い土に覆われた山に多くの木が生えていて、かなり特徴的な見た目をしています。これで最後の狼です。かなり大変な進捗ですが、その分達成感もあります。